私の、自己紹介というか、原発事故前までの暮らしとか、それから原発事故の後の、私の活動についてお話ししていきたいと思います。それではちょっと画面の共有をさせてください。ね、はい、では、2011年の原発事故が起きる前、私は静かな山の中で小さなカフェを開いていました。チェルノブイリ原発事故で原発の危険性を初めて私は知ったのですけれども、原発をなくす運動を始めるとともに、なるべく原発から遠い暮らしというものを目指して生活をしていました。森からどんぐりやキノコなどを取って料理をしたり、野原の雑草をお茶にしてお客さんに出したりしていました。独立型のソーラーシステムを手作りして、お店の電気の半分を自給したり、太陽熱で料理するソーラークッカーやソーラーパネル作りのワークショップを開いたりしていました。2011年3月11日の原発事故が起きてからは、私の人生はまるで変わってしまいました。事故の衝撃は大きく、原発を止めるために自分にもっとできたことがあったのではないかと後悔しました。しかし同時に大きな犠牲を払ったけれども、世界は大きく変わるだろうと思いました。原発はもうやめるだろう。原爆やチェルノブイリの教訓を学んで、被害者は救済されるだろう。子どもたちを守るための保養などの対策が早急になされるだろうなどと思いました。しかしそうはなりませんでした。メルトダウンやスピーディーの真実は隠され、被害は矮小化され、放射線防護に関する基準が大きく緩められました。2011年の終わり頃には原発の再稼働が計画されました。それは私たちにとってさらなる苦しみでした。何とかしなくてはと原発に反対してきた仲間たちと放射線の低い地域に集まっては何をしたらいいのか、何ができるのかを相談しました。誰も事故の責任を問うことをしていない。事故の真実を明らかにして責任を取るべき人に自らの責任を自覚してもらい、二度と同じことが起きないようにしたいと刑事告訴をすることを決めました。そして福島原発告訴団を結成して代表となりました。被害者が自ら加害者の罪を訴える告訴人になる人を集めるのはとても大変でしたが、集会や講演を重ねて1万4000人を超える大きな集団告訴となりました。しかしそこから裁判を開かせるまでに非常に大きなハードルが何回もありました。ようやく5年後に裁判が開かれました。人に罪を問うことはとても恐ろしくて、最初は自分に自信を持てませんでした。でも、正義、この言葉を使うととてもちょっと気恥ずかしい気がしてしまうんですけれども、正義を求めるということは、被害者である自分にとっても社会にとっても必要なことなのだと繰り返し自分に言いながら仲間と共に進んできました。裁判は東京で開かれることになり、38回の公判の傍聴に始発電車で仲間と共に毎回出かけました。裁判所は私たち被害者でもある傍聴人にとても厳しく、法廷に入るにはほとんどの私物を預けなければならず、身体検査もありました。A 氏という
法廷を監視する人も他の裁判よりも大勢いました。裁判では多くの証言や証拠によって隠されていた真実が明らかにされました。東京電力が大きな津波の襲来を予見しながら、必要な対策の必要性も認識していながら何もしなかったということが分かりました。しかし被告人は全員無罪となってしまいました。この裁判は原子力行政に忖度した裁判だと思います。このままでは正義がありません。すぐに控訴手続きがなされ、今年中には控訴審を迎えると思います。よかったら関心を持って報道を見ていただけたらと思います。他には被害者同士が互いに被害を理解し合い、助け合うことができないかという思いから、原発事故被害者団体連絡会というネットワークを作りました。それから事故後に甲状腺がんを発症した子どもたちの療養費をサポートする 3.11 甲状腺がん子ども基金も作りました。先ほどあゆみさんから原発事故が未だに終わっていないということがお話しされました。避難者についても詳しくお話しされましたが、私も少し話していきたいと思います。まだ事故前のような生活再建ができていない被害者の方もたくさんいます。事故によって避難された方々に対して2013年頃から避難指示の解除が始まりました。2017年には大規模な解除があり、避難区域は徐々に減ってきています。しかし、元の家に帰還した人は全体の 30% 弱です。事故前の放射線に戻ったのではなく、年間の放射線を浴びる量が20ミリシーベルト以下になったという理由で今解除されています。それは福島県以外の基準の20倍の数値です。帰らない理由はいろいろあります。高い放射線が心配なこと、病院や買い物をする店などのインフラが整わないこと、避難先で就職や進学をし、生活が定着していることなどです。帰りたくても帰れないのです。写真は一昨日、帰還困難区域のそばを通ったので、その時に撮った写真です。まだ放射線の高いところがたくさんあります。そして壊れたままの家も放置されていますし、自分の家ですら許可なく入ることができないためにですね、このようなバリケードが家の前に張られています。この避難者の数なんですけれども、避難者の数や実態というものを国や福島県は正確に把握していません。避難元の自治体は本人の避難者登録によってカウントするのですが、国や福島県は避難先に家を手に入れたり、災害復興住宅に入居すると避難者の数にカウントしないのです。その数に3万人近くも差があります。避難指示の区域以外の避難者は、そもそも最初からカウントされていない人々もいます。避難解除された地域は、賠償や支援も順次打ち切られ、皆さん努力して生活の再建をされています。しかし、経済的な困窮、精神的に追い詰められている方もいます。災害関連死は、地震で被災した3つの県の中で最も多く2300人を超えています。津波で亡くなった人数の2倍以上に達しています。自殺者は118人です。災害復興住宅での孤独死は今までに52人います。今もそれは起き続けています。うつ病や
PTSD の割合も非常に高いです。被害者が事故で失うものは、先ほどあゆみさんもおっしゃっていましたけれども、家や仕事だけでなく、お金に換算できないものもたくさんあります。人や地域とのつながり、長く伝えられてきた伝統行事、季節ごとに自然と触れ合う楽しみなどもあります。それらを失うということは、生きる尊厳を奪われることだと思います。そういったことがなかなか伝わっていかないし、損害賠償裁判でも認められないという状況です。事故がなければ、皆さん、違う10年を生きてきただろうと思います。すいません、写真が。事故後に公的に継続的に行われた健康調査は、当時18歳以下の子どもたちの2年に1度行われる甲状腺がんの検査だけでした。現在までに252人の方が甲状腺がんとがんの疑いとなっています。これは事故前の数十倍です。多発であるとまでは認められましたが、検討委員の中では、原発事故との関連は考えられないとされています。また、検討委員の中に、見つけなくても良いがんを見つけ、患者を苦しめている。学校での検査は強制性があり、検査の任意性が確保されないなどの理由を挙げ、過剰診断を主張して、検査自体を縮小していこうという動きがあります。しかし、学校の検査はもともと希望者だけが受験することになっていますし、がんの執刀医はマニュアルに即して必要な手術を行っていると言っています。また、県民健康調査以外で見つかったがんは、数に反映されないなど、罹患者数が正確でないことも指摘されています。他にも事故との関連の否定を断定できない点があり、結論を出すのは早すぎると思います。この検査は30年分の予算を確保し、原発事故で放射性物質の拡散がされたということを踏まえて、子どもたちの健康を長期に見守ることを目的として始まっているので、まだ続けるべきだと思います。事故後、日本政府は被爆低減策として除染を大々的に行いました。国や自治体主導の除染はほぼ終了しましたが、多くの面積を占める森林の除染はできませんでした。それでも1400万トンの除染土がフレコンバッグというこの黒い袋に入れられて集められました。それを原発の周りに用意した中間貯蔵施設というところに今運び込んでいます。汚染土を積んだ大型のトラックが福島県内を走り回っています。これは2045年までに福島県外に搬出するという法律ができています。この量を減らすために環境省は汚染土の再利用を計画し、実証事業などを行っています。8000ベクレルパーキログラム以下の土を高速道路の土台に埋めたり、一般道路を掘り返して汚染土を入れ、また舗装して道路に使うなどの実証事業が福島の県内で行われようとしましたが、住民の反対にあって中止された地域もあります。今は飯舘村、先ほど長谷川健一さんという方がフィルムで出てきましたけれども、その方の村ですね、その飯舘村の帰還困難区域で農地に汚染土を入れて覆土をして植物を植える実験がされています。はじめは花やバイオ燃料を植える実験でしたが、いつの間にかキュウリやキャベツなどの野菜が植えられています。そして汚染土の上に盛るべき覆土ですね。覆土をせずに直接汚染土に植える実験などもなされています。
汚染水も汚染された土も原発事故が起きたために発生しました。発生させた責任がある東京電力や国が責任を持って危険性がなくなるまで保管管理するべきだと私は思います。福島県は、原発を前期廃炉にすることになりましたので、現在再生エネルギーに力を入れています。太陽光、風力、水素などです。木質バイオマス発電所というところも何箇所か建設されています。木質バイオマス発電は果たして二酸化炭素の削減に貢献するのかということが今世界で疑問視されていますけれども、福島では加えて放射能汚染された木を燃やすことが問題です。微粒子となった放射性物質がフィルターを通して外に拡散されることや、燃やされて濃縮した放射性物質が含まれた灰が再生資材として使われることが懸念されます。写真は田村市というところに完成し、稼働が始まった木質バイオマス発電所です。近くに保育園や学校があるので、住民たちが反対の、運動をし、裁判も起こしています。原発事故の後にも、新たな被爆の危険性があります。これは、原発事故についての伝承や放射線についての教育はとても必要なことだと思います。昨年9月に開館した東日本大震災原子力災害伝承館に早速私も出かけてみました。この伝承館は事故がまだ続いている原発からわずか 4km の位置にあります。周りは除染による放射性廃棄物の中間貯蔵施設です。東はすぐ海です。3.119 の地震が来て津波が起きた場合、水没するそうです。そこに高校生などの見学のバスもやってきます。高校生の修学旅行を誘致するという話もあります。この伝承館を作るために約24万点の資料が集められました。ここではそのうちの170点を展示しているのですが、展示の内容を選ぶ有識者会議は非公開で行われました。そして議事録も非開示となりました。施設の開館後にようやく開示されましたが、委員の名前などの一部は黒塗りのままです。開館直後に訪れた人々の感想を掲載した報道がありました。そこに書かれていたのは、コミュニティの喪失や災害関連死、被災者の苦しみ、避難した子どもが受けたいじめ、ペットや家畜などの動物のことなど、事故の実相が展示されていない。事故前の原発の安全神話の住民への刷り込みなどが伝わらず、事故の反省が感じられない。映像が多く実物が少ないなどという声が書かれていました。私自身も関わってきた刑事裁判で明らかにされた東電の津波対策への不作為、双葉病院というところで患者さんが避難中に多く亡くなったのですが、そのような詳細な事実も展示にはありません。スピーディーが公開されなかったり、要素材が適切に配られなかったことなど、失敗したことや事故の責任についての展示がありません。災害の伝承とは、起きた出来事をきちんと検証し、反省し、次に失敗をしないための教訓を導き出すことを使命としていると思います。この伝承館の建設には意義があるとは思いますが、残念ながら伝承すべきものが伝承されていないと感じています。この問題は2017年に私が住んでいる三春町に建設された環境創造センター、コミュタン福島の展示や、学校で子どもたちが使う放射線副読本によって
放射線の危険性の情報をきちんと知らせず、自然界にもあるとか、医学や科学に役立つとかを優先させて教えているということにも通じていると思います。嘘は展示していないが、最も必要な情報を展示していないという、そういう手法です。それによって子どもたちの中には、放射線について学習をして安心したという感想を持った子どもたちも大勢いるのです。放射線教育とは、実際に今も身の回りに存在する放射能に対して、その危険性を知って身を守ることを教えなければならないのですが、残念ながら福島県の学校教育や施設では、そのような教育はなされていません。むしろ放射線は危険ではないという教育が経産省や原子力学会などによって積極的になされているというありさまです。今、民間の NGO グループなどが独自の教材を作り広めようとしています。この他にもアメリカのハンフォード各施設の近辺のすいません。この他にもアメリカのハンフォード核施設近辺の都市をモデルとする国際教育研究都市の計画などが産、官、学、民が一体となって行われています。事故から10年をかけて行われてきたことは、数々の問題を見えなくして、事故の幕引きを目論み、被害者を切り捨て、放射線防護を大きく緩め、原子力産業に再び利権を与えて、その復活を許すことではないかと感じています。これからの時代は、核の問題に加えて、気候変動やそれに伴う劇的な災害、またコロナのような病気が世界を襲うかもしれません。若い人たちや子どもたちや未来の世代に向けて何ができるのか、原発事故を経験した一人の大人として、これ以上地球を傷つけず、少しでも世界を変えていく努力をしなければいけないと私は思っています。最後に、一つ詩を紹介させていただきたいと思います。今日このようなお話をさせていただくにあたって、地図さんからいくつかの質問をいただきました。その質問に沿って今日お話ししてきたのですけれども、最後の質問は、これからどんな日本、どんな世界を作っていきたいですかという質問でありました。それは、それぞれが本当に一人一人が考えることではあるとは思うのですけれども、私自身はこのような質問をされたときにいつも頭に浮かぶ詩があるんですね。その短い一節を紹介させていただきます。迫り来る峰々に登るとき、君に君たちに、そして君たちの子供らに寄せる一言を、離れ離れにならずに、花々を学び、花々と共に、装い軽く歩いて行けよ。離れ離れにならずに、花々を学び、花々と共に、装い軽く歩いて行けよ。アメリカの詩人、ゲイリー・スナイダーの詩の一節でした。今日はどうもありがとうございました。これで私の話は終わりにいたします。Thank you very much, Riko-san. Now, I'd like to invite participants, if you want to ask questions, express comments, please go ahead. You can unmute yourself or raise hand or raise a hand and that function. Please go ahead.